皆さん、こんにちは。臼井国際学園の石川です。今日は EJU の総合科目対策第2回を行います。第1回の動画を見ていない人は、ぜひ第1回の動画も見てください。少しだけ前回の復習をします。総合科目の目標点、一体何点取ればよかったんでしょうか。難関私立や有名国立であれば180点以上。明治青山中央などの有名私立や地方の国立では150点以上が目標になります。まずは150点以上を目指して勉強しましょう。勉強する方法としては、知識をしっかり覚える、過去の問題を解くといったことが大事ですが、その時に何が試験によく出るか、ポイントを押さえ、間違いやすい問題の解き方を理解することがとても大事です。また、入試にほとんど出ない問題はできなくてもいいということで、優先順をつけて勉強するといいですね。これができるのが臼井学園の授業です。では今日はこの動画を見てくれている皆さんに特別に重要ポイントを一つ教えます。前回教えたのがその1でしたので、今回はその2ということで教えますね。臼井が教える重要ポイントその2。経済の問題は必ず出ます。なのでこれは徹底的に勉強しましょう。そしてよく出される経済学者は8人です。この8人の違いを意識しながら覚えると点数につながりますよ。臼井に来ればこのような重要ポイントを学んで効率的に勉強できます。では今回はこの8人誰なのか特別に教えてしまいましょう。アダム・スミス、マルサス、リカード、リスト、マルクス、シュンペーター、ケインズ、フリードマン。この8人が出る可能性がとても高いので、優先順位が高い。この8人をしっかり覚えましょう。もちろんこの8人以外が入試に出たこともありますね。テストに出たことがあります。例えばこういった人たちが出る可能性がありますが、先ほどの8人に比べると出る可能性が低いので、後回しで大丈夫です。ではこの8人。今からこの8人分全員説明していると、とても時間がかかってしまうので、今日は3人だけポイントを皆さんに説明します。アダム・スミス、ケインズ、フリードマンです。実はこの3人は勉強するとき、3人まとめて勉強した方が点数につながりやすいんです。重要語句として、アダム・スミスとフリードマンが小さな政府、ケインズが大きな政府、これが重要語句になっています。この3人はセットで出てきたりすることが多いので、まとめて勉強するといいんですね。では、実際に見ていきましょう。まず18世紀の後半、イギリスで産業革命が起きる。というのは皆さん知っていますね。そして、この頃は産業資本家による自由競争、産業資本主義の時代です。この時の、重要な経済学者が先ほど出てきたアダム・スミスです。書いた本の名前が国富論。ではどんなことを主張したのか。はい、赤字に注意しながら覚えていきましょう。アダム・スミスは自由な経済活動に任せておくと見えざる手に導かれて、市場は自然にバランスが保たれ、社会全体の利益は増大する、うまくいくよということを言いました。これを自由放任、レッセフェールと言います。自由に任せるので、政府は国防や司法など最小限の活動だけを行えばいいと言いました。政府は最低限のことだけを行うので、こういった政府を小さな政府と言います。18世紀後半に出てきたアダム・スミス。特徴は自由に任せればいいよ。政府は小さな政府がいいよという考えです。赤字のところをしっかりと理解しておきましょう。19世紀になると、独占資本主義や帝国主義といった考え方が出てきますが、これは、今回の3人にはあまり関係ないので飛ばしておきます。また、資本主義の歴史をやるときに勉強しましょう。大事なのは20世紀に入ってから。1929年に大きな出来事があったんですが、知っていますか？ 1929年、世界恐慌がありました。この時にアメリカ大統領のフランクリン・ローズベルトが
ニューディール政策を行うんですね。はい、で、先ほどまで見てきたアダム・スミスは、自由に任せておけばうまくいくよと言いましたが、実際世界恐慌になって景気がすごい悪くなってしまったとき、放っておいてもなかなか問題が解決しない、うまくいかないといったときに、新しい考え方が必要だということで、ケインズの考え方が出てきました。ケインズの書いた本が雇用、利子及び貨幣の一般理論。そしてケインズの考え方はケインズ主義とも言いますし、修正資本主義とも言います。基本的な考え方は、不況を脱するためには有効需要を増やすことが必要。そのために政府は公共事業などの積極的な財政政策を行うべきだ。はい、自由にやるだけじゃなくて、政府がもっといろいろやった方がいいよ。例えば、公共事業、ダムを作る。そこで失業している人を働かせる。そういったことをやっていった方が景気が回復するんだよ。ということを言いました。なので、先ほどまでの小さな政府と違って、今度は大きな政府の方がいいよという考え方です。政府は福祉などのことも面倒をしっかり見る。それが大事だということなので、福祉国家とも言います。ケインズの考え方としては、世界恐慌の時のニューディール政策に影響を与えたんだよ。修正資本主義、有効需要、公共事業、積極的な財政政策、大きな政府、福祉国家といった語句が大事だよと覚えておきましょう。で、この後、ケインズの考え方が、多くの先進国に広まっていくんですが、20世紀後半になるとまた変わってきます。政府がいろんなことをやろうとするので、どうしてもたくさんお金がかかって財政赤字になってしまうんですね。特に1973年、第一次石油危機が起こると、財政赤字とスタグフレーションが激しくなりました。スタグフレーションというのは、景気が悪いのにインフレーションが進む状態のことを指します。こういった問題を解決するためにまた新しい考え方が出てきます。それがフリードマンの新自由主義です。新自由主義というのはどんな考え方か見ていきましょう。基本的にはまずケインズを批判して、規制緩和、国営企業の民営化など、要するに自由にやらせろってことですね。国がいろいろやるんではなくて、自由にやった方がいいんだよって考え方です。なので、政府のやることは最低限になって減っていくので、小さな政府の方がいいという考え方です。また、フリードマンはマネタリズムという考え方も出しました。これはなかなか難しい考え方なんですが、皆さんは通貨供給、貨幣供給を重視したんだと覚えておけば大丈夫です。フリードマンの新自由主義。新自由主義を唱えた経済学者はたくさんいるんですが、その中の代表的な人物がフリードマンです。ポイントはケインズを批判したこと、小さな政府の方がいいといったこと、そしてマネタリズムです。これを覚えておけば大丈夫です。では、実際に問題を1問解いてみましょう。はい。では、EJU 総合科目の問題、模擬問題。不況の原因は有効需要の不足にあるとして、景気回復のためには政府が積極的に公共事業を行い、有効需要を増やすことが必要だと主張した経済学者として、正しいものを次の丸1から丸4の中から1つ選びなさい。はい、さてどれが正解でしょう。今日の授業を聞いていたならすぐ分かりますね。有効需要、公共事業。有効需要、公共事業。こういったキーワードからケインズが正解だと分かります。今回は経済分野の特に重要な経済学者8人の中の3人の紹介を行いました。臼井に来ればこのような分かりやすい解説で過去問演習が効果的に行えます。一緒に臼井で勉強して大学に合格しましょう。ご視聴ありがとうございました。動画の感想やコメントがあればぜひお願いします。では失礼します。